こんにちは。卓球を愛し、卓球に愛されたい男。そして湿気の多い日は体育館のロビーで途方に暮れている男。ケンジです。今日もよろしくお願いします。アシスタントのみさきです。湿気の日でもサラサラのストレートヘアを維持したいみさきです。今日もよろしくお願いします。さあ、みさきちゃん。今回の動画のテーマは、全卓球プレイヤーが一生に一度、いや、梅雨の時期なら毎週のように涙を流し、ラケットをぶん投げたくなる、あの悪魔の超常現象についてです。悪魔の超常現象。卓球をやっている人なら、この言葉を聞いてだけで背筋が凍るはずです。そう、あの湿気でボールが全くラバーに引っかからず、打った瞬間にポトッと真下に落ちてネットを直撃する恐怖のスリップ現象ですね。まさにそれなんだよ。今完璧にループドライブの体勢に入って絶対にかかったと思ったのになんで真下に落ちるのっていうあの絶望感。今回はメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実と銘打ちまして、視聴者様からいただいた雨の日や梅雨の時期どうしてこんなにラバーが滑るのか、具体的な対策や巷の裏技の真実を教えてほしいという切実なコメントに対して、私ケンジが寝る間も惜しんで限界まで調べてまいりました。この問題本当に深刻なんですよね。試合中に一度スリップが始まると、選手は自分のスイングを信じられなくなり、頭が真っ白になります。しかしなぜスリップが起きるのか、どう対策すべきなのかについては、気合が足りない、もっと下からすり上げろといった根性論や感覚的な精神論で片付けられがちでした。そうなんだよね。気持ちで負けるな、ラバーを信じろとか指導者に言われても、物理的に滑るものは滑るんだっつーの。ゴムとプラスチックの摩擦力なんて水分が挟まったら一瞬でゼロになるんだから。そこで今回はただの経験則や気合を一切排除します。物理科学的な熱力学メカニズム、高分子材料分析データ、さらには公式ルールや最新の用具技術転換まで、超多角的に分析したレポートをベースに、科学的エビデンス 100% で徹底的に語り尽くします。今回の動画は、日本卓球協会や有名メーカーの公式技術サポートデータ、さらには学術的な高分子材料の分析データまで引っ張り出して、徹底的に裏付けを取っています。視聴者様、ぜひ最後まで目を離さずに、この知的な卓球科学の世界をお楽しみください。よし、それじゃあ私たちの熱量もテンションマックス、食い込みマックスで早速スタートしていきましょう。まずは、今回の包括的レポートの全体像をギュッとまとめたエグゼクティブサマリー、要約からお伝えしましょう。ケンジさん、今回の超徹底調査で明らかになった驚きの発見と重要ポイントをいくつか視聴者様に向けて提示してください。おうよ。まず最も大切な全体像として、今回のレポートから導き出された4つの衝撃の真実を大公開します。まず1つ目、ラバーが湿気で濡れるのは単に空気中からラバーに水滴がつく直接結露だけじゃない。実は空気、卓球台の天板、体育館の床、そして選手自身の汗や皮脂がボールを媒介にして複雑に移動し合うマルチパス、複層的な水分移行プロセスが主犯なんだ。特に卓球台の天板は結露の巨大な温床になっていて、ここを起点とした水分転移があの真下に落ちる最焼きのスリップを決定づけていることが判明しました。卓球台が水分の供給基地になっていたというのは盲点ですよね。どれだけラバーを拭いても無駄だった理由がここにあります。そして2つ目の衝撃的な発見は、巷の裏技として囁かれる無水エタノールやアルコール液でのラバー清掃の恐ろしい真実です。これ物理的には一瞬で乾いてグリップ力が戻ったように錯覚するのですが、科学的にはゴムの分子構造をズタズタに破壊し、さらに公式ルール上でも一発失格になる致命的なリスクがあることが定量的データで証明されました。これマジでやばいからね。良かれと思ってアルコール除菌ウェットティッシュでラバーを拭いていたそこのあなた、今すぐその手を止めてください。そのラバー寿命を何十倍も縮めて、しかもルール違反になってます。このメカニズムは各論でがっつり解説します。そして3つ目の発見は、高湿度下における用具と技術の最適解です。硬い中国製粘着ラバーは湿気に対して極めて脆弱ですが、あらかじめ張力が内蔵されたテンションラバーや、最近世界的なトレンドになっている粘着テンションラバーへ移行すること。そして打法を表面を薄くするからスポンジの奥深くまでボールを食い込ませる復元弾性力に依存するに転換することで、物理的にスリップを完全に克服できるという定量的な答えが導き出されました。どうですか視聴者様。これだけでも今までの卓球界の常識がガラガラっと音を立てて崩れ去るような予感がしませんか？この後はこれらの超重要ポイントを一つずつさらに細かく面白くそして科学的に解き明かしていきます。絶対に最後まで見ていってくださいね。
それでは、各論に入りましょう。第3パートは、すべての元凶である空気中における水蒸気飽和と結露の熱力学についてです。ケンジさん、そもそも私たちは、雨の日は湿気が多いと当たり前のように言いますが、これがどうしてラバーの上に水滴として現れるのか、熱力学的に解説をお願いします。OK。まず空気の中には目に見えない水蒸気が気体として存在しているよね。でも空気の中に無限に水蒸気が入れるわけじゃないんだ。空気が保持できる水蒸気の限界量のことを物理学で飽和水蒸気量と呼ぶ。この飽和水蒸気量は気温によって劇的に変化するんだよね。そうですね。温度が高ければ高いほど空気はたくさんの水蒸気を蓄えることができます。逆に温度が下がると蓄えられる水蒸気量は一気に減ってしまいます。梅雨の時期や夏の太陽間をイメージしてほしいんだけど、室温が30度近くて湿度が 90% を超えているような時、空気の中はこれ以上水蒸気が入れないっていう限界ギリギリまで水分がパンパンに詰まっている状態なんだ。その超高湿度な環境下でラケットやラバーの表面温度が空気の露天温度、結露が始まる温度以下に達すると一体何が起きるでしょうか。そう、まさに冷たいビールを注いだコップの周りに一瞬で水滴がびっしりつくの同じ現象が起きるんだ。空気中の水蒸気が冷たいラバーに触れた瞬間に凝縮して液体へと変化し、ラバー表面に目に見えないミクロン単位の極薄の水膜として直接付着する。これが熱力学的結露だ。この薄い水膜がゴム本来の摩擦力を一瞬にして奪い去り、ボールをツルツルと滑らせる最初の引き金になるんだよ。空気から直接結露するだけでも厄介ですが、実はそれだけではないんですよね。どれだけラバーをきれいに拭いても、たった1回ボールを打っただけでまたすぐに滑ってしまう、あの謎の現象について教えてください。それこそが今回の包括的研究レポートで最も重要視されている、卓球台を起点とした水分転移プロセスなんだ。みさきちゃん、卓球台の天板って何でできているか知ってる？多くの場合は高密度の木材、MDF ボードなどや合成樹脂のツリー板で構成されています。これらはラケットに比べて非常に重くて体積もありますね。そう。物理的に言うと卓球台は熱容量が極めて大きい素材なんだ。熱容量が大きいということは、周囲の気温が急激に変化しても、その物体の温度はなかなか変わらない。つまり、温めにくく冷めにくいという特徴を持つ。なるほど。梅雨時や夏季、急に暖かく湿った空気が体育館に流れ込んできたとき、空気の温度はすぐに上がりますが、巨大な熱容量を持つ卓球台や床面は冷たいまま。つまり、卓球台の表面温度は空気の露天温度よりもはるかに低い状態が長く続くわけですね。大正解！これによって卓球台の表面には大量の夏型結露、冬水分がびっしりと発生する。そしてその結露で濡れた天板にボールがバウンドする。バウンドする瞬間はほんのコンマ数ミリ秒だけど、その超短時間の接触で台の水分がボールの表面へと一瞬で移行する。その水滴をまとったボールが今度は選手のラバーに衝突し、打球時の強烈な衝撃、垂直抗力によって水分がラバーの表面へギュッと圧着されてしまうんだ。これがボールを返した移行ルートだね。空気からの直接結露、卓球台からのバウンドによる転移。これだけでもうラバーは水浸しですが、さらに追い打ちをかけるのが私たち選手自身の存在ですね。そうなんだよね。卓球は室内スポーツの中でもフットワークをフルに使うめちゃくちゃハードな運動だから、選手は大量の汗をかく。特に手や手のひら、そして皮膚から分泌される皮脂が大きな問題になるんだ。選手が手でボールを触る、あるいは湿気や汗を吸い込んだユニフォームのポケットにボールを入れて保管する。これだけでボールの表面には水分と皮脂に含まれる不飽和脂肪酸などの油分がべったりと付着してしまいます。あとさ、試合中にラバーが滑った時、多くの選手がやってしまいがちな超悪魔の悪習慣があるんだけど、みさきちゃん、なんだかわかる？もしかして手のひらでラバーの表面をゴシゴシと吸って水分を拭き取ろうとする行為ですか？それだよそれ。滑るなぁと思って手のひらでラバーを力強く擦る選手めちゃくちゃ多いよね。でもこれ物理科学的には自殺行為なんだ。手のひらに残っている水分だけでなく、皮脂の油分をラバー表面にあるミクロン単位の微細な凹凸、スピンをかけるための重要な構造に自らの手で薄く均一に塗り広げているようなもの。水分と油分が混ざり合った境界膜が形成されて、摩擦係数は完全に底をつき、二度とボールが引っかからない状態になってしまうんだよ。なるほど。空気中からの結露、卓球台からの転移、ボールを介した汗や皮脂、これらのすべてのルートが交差する終着点が、まさにお互いのラバーの表面なんですね。
その通り、お互いが打てば打つほどボールを媒介してラバーの表面には水分、ホコリ、そして皮脂がどんどん集積し累積していく。卓球ラバーの表面はただの平らなゴムシートに見えるけど、拡大するとボールをしっかり掴んで回転をかけるために非常にデリケートな微細凹凸構造が存在しているんだ。この微細な凹凸の中に水分やホコリ、皮脂が入り込むと物理学でいう境界潤滑膜が形成されるんですよね。そう。境界潤滑っていうのは、2つのソリッド、固体の間に薄い液体の膜が挟まることで、固体同士の直接接触が妨げられ、摩擦力が著しく低下する現象のこと。打球の瞬間、ボールとゴムの実質接触面積が極端に減少して、ボールがラバーの上をツルツルと滑り落ちてしまう。これがハイドロプレーニング現象と同じ原理で発生するスリップ現象の物理的実態なんだ。お互いの水分と汚れをボールでキャッチボールし合っているわけですから、一度このスパイラルに入ると、コート内の環境全体をメンテナンスしない限り滑り続けることになりますね。ここで今回のレポートが提示している極めて重要な学術的概念について説明しよう。高湿度下においてプレイヤーを絶望させるスリップ現象の根本原因には2つの最大値、支配的要因が存在する。まずは直接要因の最大値である直接結露についてだ。どれだけ卓球台をきれいに拭いても、ボールをタオルでピカピカに磨いても、どうしてもスリップが止まらない。そんな経験を持つ視聴者様も多いと思います。その答えがこの直接結露ですね。その通り。いくら外部からの水分以降、ボールや台からを完全に遮断できたとしても、ラバー自体が周囲の空気から直接水分を作り出しているからなんだ。ラバーのトップシート、表面のゴムは非常に薄いため、周囲の空気の温度変化をダイレクトに反映する。ラバーの局所的な表面温度が周囲の空気の露天温度以下になった瞬間、空気中の見えない水蒸気が静的に凝縮し、ラバー単体でミクロン単位の極薄水膜を自発的かつ瞬間的に形成してしまうんですね。これが直接的な根本原因を生ぶ最大値だ。周りに誰もいなくても、ボールが濡れていなくても、ラバー自体が空気のせいで勝手に濡れていく。この熱力学的な行く面を理解しない限り、どんなに台やボールを拭いても根本的な解決には至らないんだよ。では、もう一つの支配的要因、間接的な移行プロセスにおける最大値についても教えてください。それこそが今回のレポートが強く警告している卓球台、天板を起点とするルートなんだ。実践においてドライブを打った瞬間にポトッと真下に落ちるあの最悪のスリップの引き金を引くのはこの卓球台ルートなんだよ。卓球台の天板は先ほど熱容量が大きいと説明しましたが、それによって大量の結露水分をキープする巨大なダムのようになってしまうのですね。まさにダムだよ。ボールがそこにバウンドするとき、天板の浮遊水分をスプーンですくい上げるようにしてボールの表面に付着させる。そしてここからが物理の真骨頂なんだけど、その濡れたボールがラバーに衝突するとき、選手はスイングによって強烈な垂直抗力、ボールをラバーに押し付ける力をかけるよね。はい。その垂直抗力によって、ボールとラバーの接触面にかかる圧力は一気に跳ね上がります。すると、ボール表面の水滴がラバーの微細な凹凸の奥深くへ逃げ場を失って高圧で圧着されてしまうんです。そう。これによってラバーとボールの境界に極めて強固で均一な水膜が完成し、最大静止摩擦力と動摩擦力が一瞬にして消失する。この直接結露、直接の最大値、卓球台からの圧着、間接の最大値という2つの最大値が連鎖した瞬間、私たちのラバーは完全にコントロール不能な氷の板へと変貌するんだ。なるほど。原因がここまで科学的に解明されたのであれば、対策も科学的に行うべきですね。第9パートからは、具体的な用具管理と対策システムについてです。まずは、最も根本的と言われるラバーウォーマーの物理的効果について。よし、一番根本的な解決策は、ラバーの表面温度 TR を周囲の空気の露天温度 TD よりも常に高い状態に維持することだ。数式で言うと、TR が TD より大きいを満たし助けること、ドニックなどの公式記述仕様に示されているラバーウォーマーですね。この製品は動作温度が45プラスマイナス5度に設定されています。これを使用すると、ラバー表面全体の温度を均一に、そして安全に温めることができます。ラバーウォーマーをラケットに装着して温めておくと、空気中の水蒸気が暖かいラバー表面に触れても結露を起こすことができないんだ。原理的に空気から直接水分が凝縮する直接結露、直接要因の最大値をなんと 100% 完全に遮断することができる。これは驚異的ですよね。冷たいコップの結露を防ぐためにコップ自体をあらかじめ温めておくのと同じ論理です。
湿気が高い梅雨や夏の大会会場において、これほど物理的に理にかなった強力な予防策はありません。しかもこのラバーウォーマーがもたらす熱エネルギーの効果って直接結露を防ぐだけじゃないんだよ。みさきちゃん、他にもすごいメリットがあるんだ。はい、温められたゴムシートは卓球台からボールを介して運ばれてくる関節ルートの水分に対しても非常に強い耐性を発揮するんですよね。その通り。温かいラバーに水分を含んだボールが衝突した際、その接触境界において熱エネルギーが水膜の定着や濡れ広がりを熱力学的に阻害する。要するに一瞬で乾燥蒸発を促進する。だから、卓球台から持ち込まれる水分に対しても強力なスリップロバスト性、耐久性を発揮するんだ。さらに、高分子材料の物理的な側面から見ても、ゴムは温められることで分子の運動が活性化します。これにより、ゴム本来の粘弾性と柔軟性が向上し、ボールをしっかりと包み込め、食い込ませることができるようになるため、回転性能とスピード性能が劇的にアップする相乗効果もあるんです。ただし、ここでよくある質問で、携帯用の使い捨てカイロとかをラケットケースに入れて温めるのはダメなのっていうのがある。これどう思う？伊藤浄太氏のテクニカルコラムなどでも指摘されていますが、カイロなどの簡易的な加熱方法では、温度の上昇が部分的に不均一になりやすいです。ラバーの馬車によって温度が異なると、打球性能に部分的なばらつきが生じ、かえってコントロールミス、予期せぬスリップや飛びすぎを誘発するため推奨されません。やはり均一に加熱制御できる専用のラバーウォーマーがベストですね。いくら試合前に温めておいても、ラリーが長引けば温度は下がってくる。そこで、プレー中の物理的なメンテナンスもシステムとして徹底的に行う必要があるんだ。日本卓球協会やバタフライの技術サポート情報でも推奨されている試合中の物理的アプローチを整理しましょう。まず第一に、卓球台の天板とボールのこまめな拭き取り。バウンドの瞬間にボールに水分が移るのを防ぐために審判や相手選手と協力して、卓球台の天板に浮いた結露を乾いたタオルでまめに拭く。そしてボールもラリーごとにタオルの乾燥している部分でしっかりと拭き取ること。ポケットの中は汗や湿気で蒸れていることが多いので、ボールをポケットに入れるのは絶対に NG だ。第2に、ラバー表面の正しいケアです。水分が付着した際、絶対に手のひらでこすってはいけません。吸水性の高い乾いたタオルやユニフォームの乾燥している部分、短パンの裏側などを使い、ラバー表面を軽く叩くように、ポンポンと乗せるようにして水分を吸い取らせます。強くこすると、ラバーのデリケートな凹凸を傷つけるだけなく、皮脂を塗り広げることになるからね。基本はこするな、叩いて吸わせろだ。ちなみに昔のベテラン選手がラバーにチョーク、炭酸カルシウムの粉を塗って湿気を吸い取るという裏技を使っていましたが、これは現在の公式ルールではラバーの表面加工改変にあたり明確に禁止されています。必ずクリーンなタオルでの給水に留めましょう。そして、練習や試合が終わった後の普段の用具管理システムも長期的なスリップ防止に直結する。ここを愚かにしていると、ラバーがどんどん湿気を吸って最初から滑るラバーになっちゃうんだ。沢級スポーツの用具管理ガイドによると、正しいクリーニングと保管を行うだけで、ラバーの寿命は2倍近く変わるとされています。具体的な手順を教えてください。まず、清掃方法の適正化だ。練習後はラバークリーナーを使って皮脂やホコリを除去する。裏ソフトには泡タイプ、表ソフトや粒高には粒の間に入りやすいミストタイプを使用するのが基本だ。ただし、きれいにしたいからといって、クリーナーの液を過剰に吹きかけるのは絶対にダメ。水分がスポンジ層にまで染み込んで、スポンジが異常膨張し、打球性能が不均一に変質してしまう。クリーニングが終わった後は、すぐに保護シートを貼ってはいけないんですよね。そう、ここが最大のポイント。クリーニング後は、風通しの良い日陰で10分から15分ほどしっかりと自然乾燥させる。水分が完全に揮発したのを確認してから、保護シート、粘着タイプまたは吸着タイプを気泡が入らないように密着させて貼るんだ。湿気を含んだまま密閉すると、ゴムの劣化やカビの発生を劇的に早めることになる。さらに、ラケットケース内の湿度管理も重要です。グリップ、木材部分は多量の汗を吸い込んでいるため、通気性の悪いケース内に放置すると、ケース全体が超高湿度なサウナ状態になります。だから、ケース内にシリカゲルなどの乾燥剤を常備するか、通気口がついたケースを使用する。これがプロが実践している厳格な用具管理システムなんだよ。さあ、お待たせいたしました。今回のレポートの中で、おそらく最も物議を醸し、かつ科学的な検証が待ち出ていたテーマに入ります。ラバーへの高純度アルコールの塗布は効果的かという検証です。
きたー。これ、ネットの掲示板や一部の古い世代の選手の間で、無水エタノールをラバーに塗ると湿気が一瞬で飛んで、粘着力やグリップ力が劇的に復活するってまことしやかに囁かれている裏技なんだよね。まずは、なぜこの方法が物理的には有効に見えてしまうのか、その仮説とメカニズムを解説しよう。物理現象だけにフォーカスすれば、確かに高純度アルコール、無水エタノールなどをラバー表面に塗布することは、圧倒的な超急速乾燥効果と油分、皮脂の溶解除去効果を発揮します。エタノールっていうのは水と任意の割合で非常に混ざり合いやすい親水性という化学的性質を持っている。さらにエタノールは揮発速度が水に比べて圧倒的に速いんだ。ラバーの表面にエタノールを塗ると、表面に溜まっている水分を自分の中に取り込んで一つの混合液になります。そしてエタノールが急速に蒸発する際、水分子も一緒に道連れにして、ものすごいスピードで空間に揮発していく強物効果。そう、だから塗った直後は一瞬でラバーの表面がサラッサラの乾いた状態になり、さらに手の皮脂や油分もエタノールに溶けてきれいさっぱり除去される。だから、滑らなくなった、アルコールすげーと錯覚してしまうんだよね。はい。しかしこれは文字通り一瞬の錯覚であり、その裏でゴムの内部ではラバーの寿命を瞬時に終わらせる恐ろしい化学破壊が進行しているのです。次のパートでその恐怖のメカニズムを解説します。さあ、ここからが本番だ。アルコールがゴムに与える不可逆的で恐ろしい化学的ダメージについて科学的データをもとに暴いていくぞ。FIT パシフィックの物理高分子材料分析データシート及び沢級スポーツの劣化分析コラムによると、卓球ラバーを構成する天然ゴム NR や豚ジエンゴム SBR などのエラストマー材料はアルコール類に対する化学耐性が極めて低いです。具体的にアルコールがラバーに触れるとどんな化学反応が起きるの？大きく分けて2つの致命的な現象が発生します。まず第一に、ゴムの防潤と引っ張り強度の低下です。アルコール分子は非常に小さいため、ゴムを構成している3次元の過強ネットワーク、分子の網の目の隙間にスルスルと侵入してしまいます。侵入したアルコール分子はゴムの構造を内側から無理やり押し広げ、なんとゴムシート全体を 15% から 30% も体積防潤させます。これによってゴムの3次元構造は引き伸ばされてズタズタになり、引き先や引っ張りに対する強度が 40% から 60% も減少してしまうのです。半分近くもゴムの強度が落ちるのか。打球した瞬間にラバーが破けやすくなったり、弾きが極端に悪くなったりするのはこれが原因なんだね。エンド2に可塑剤の溶出とそれに伴う発火現象、ブルーミング現象です。ラバーのしなやかな粘弾性や弾力を保つために、ゴムの内部には可塑剤成分、オイル成分が均一に練り込まれています。しかし、アルコールはこの可塑剤を強力に溶解させてしまいます。アルコールを塗ると内部のオイル成分がアルコールに溶けて表面に吸い上げられちゃう、溶出するんだ。その通りです。そして、アルコールが急激に蒸発した後、溶け出した可塑剤成分だけがラバー表面に取り残され、空気中で結晶化して白い粉のようになります。これがゴム業界で恐れられている発火現象です。この状態になったラバーは、本来の弾力性と摩擦力を完全に失い、二度と元の性能には戻りません。まさに、ラバーの寿命を一瞬で終わらせる死のトリートメントだね。アルコールを塗ることは、自分でラバーを破壊しているのと同じなんだ。そして、たとえラバーが劣化してもいいから、その場しのぎでスリップを防ぎたいと考えたとしても、公式ルールがそれを厳しく禁じています。そう、ITTF の公式ラケットコントロールガイドラインズテクニカルリーフレット T9 に定められている厳格な VOC 規制だね。はい。卓球界では選手の健康保護と用具の不当な性能改変を防ぐため、揮発性溶剤の使用を全面的に禁じています。公式大会のラケットコントロールセンターでは、光イオン化検出器を搭載したミニレイライトなどの超高精度測定デバイスが使用されています。このデバイスの判定基準、めちゃくちゃ厳しいんだよね。ラバー表面から放出される VOC の量がわずか 3.0ppm を超えた時点で、そのラケットは不合格、即試合失格処分になる。アルコールを塗布したラバーは、揮発性成分がゴムの内部に浸透しているため、この超微量な検出限界値を確実に突破してしまい、100% の確率で不合格になります。公式ルール、ロー20407では、試合中や試合前後にラバーの清掃に使えるのは、純水、プレインウォーターだけと定められている。だから、アルコールウェットティッシュなどで拭く行為も完全にアウト。万が一使ってしまったら、直ちに多量の水でアルコール成分を徹底的に洗い流さなければ、試合に出ることはできないんだ。では、
遠征先や練習場で手軽にかつ安全に汚れを落としたい時の代替手段は何が推奨されるでしょうか？そこでレポートが推奨しているのが、アルコールや香料、界面活性剤を一切含まない純粋に近い成分で作られたノンアルコールのお尻拭き、ベビー用だ。これならゴムを科学的に侵食する心配もなく、VOC 検査に引っかかるリスクもゼロ。非常に実用的なプロの知恵と言えるね。ここからはラバーのカテゴリー別の湿気特性について深掘りしていきましょう。特に粘着ラバーユーザー、好評などから寄せられる湿気の日粘着ラバーは本当にやばいという声の物理的な理由についてです。よし、粘着ラバーが湿気の日に全く使い物にならなくなる物理的な原因を解き明かそう。まず、粘着ラバーが回転を生み出す最大の武器は、テンションラバーのようなゴムの弾性ではなく、ラバー表面にコーティングされたタック製樹脂による強着摩擦力、いわゆる物理的なベタベタした吸着力だよね。はい、このベタベタした粘着成分は化学構造的に非常に極性、親水性が高いという特徴を持っています。親水性が高いということは、空気中の水分子と非常に結びつきやすい、水素結合を形成しやすいということですね。そうなんだよ。だから高湿度な環境になると、粘着ラバーは空気中の水蒸気を自分から積極的にキャッチして吸着してしまうんだ。その結果、粘着ラバーの表面にはテンションラバーよりもはるかに早く均一で強固な水膜が形成されます。この水膜がボールとラバーの固体同士の直接接触を完全に遮断する最悪の潤滑剤として働く。粘着ラバーの最大の強みである強着摩擦力ベタベタが水の極性によって一瞬で中和、無効化されてしまうんだ。その瞬間、ラバーの表面は摩擦力ゼロのツルツルとしたスリップシートへと変わってしまう。これが粘着ラバーが湿気に極端に弱い第一の科学的理由なんだよ。さらに、粘着ラバー独自のシートとスポンジの硬さが物理的なスリップ現象を決定的なものにするのですね。そこなんだよ。現代卓球用具専門レビューのカツオ003の分析データによると、高質な中国製粘着ラバーでボールにしっかり回転とスピードを与えるためには、目安としてスイングスピード秒速15メートル以上の強烈なインパクト、衝突エネルギーが必要とされている。それだけの強い力でボールをぶつけないと、あのカチカチに硬いゴムとスポンジを物理的に変形させることができないのですね。そう。逆に言うと、湿気で表面の摩擦が消えかかっている状態で、ツッツキやレシーブ、あるいはハーフボレーや軽めのループドライブといった中低インパクト、弱いスイングの打球をするとどうなるか。ボールは硬いゴムを押し込む、食い込ませることができず、ラバーが変形することによる引っかかり、変形摩擦力が一切発生しません。その結果、ボールは表面の水膜の上をつるっと滑り、接線方向にスリップして、ラケット面を滑り落ちるようにして真下のネットへ直撃します。これがポトッと落ちる致命的なミスの力学的なメカニズムだ。だから、硬い粘着ラバーは湿気の日には本当に地獄を見るんだよね。このため、実践プロ指導コラムのオブコーチは、高湿度環境における戦術的なアプローチとして、ジブラの強打、スリップを伴うリスクの高いすり打ちを封印し、攻守の比率を普段の8対2から2対8へシフトすることを提唱しています。無理に攻めず、角度を合わせて食い込ませるブロックやプッシュを多用し、シックで自滅していく相手のミスを誘う組み立てが、最も勝利への確率を最大化する戦術になるのですね。さあ、原因とリスクが分かったところで、私たちがこの湿気の悪魔を打ち破るための究極のソリューションを提示しよう。それが第18パート、食い込ませる他方への物理的転換とテンションラバーへの用具移行だ。コラムニストの KMMY0223 の技術分析データにも示されている非常に美しい力学の数式を解説しましょう。卓球の打球において、ボールに回転、トップスピンを与える力学的走力 FT は、接触面の界面で発生する摩擦力 FF と、ラバーが先端変形、引き連れを起こして元の位置に戻ろうとする復元弾性力 FE の足し算で定義されます。FT イコール FF プラス FE。まず、ラケット面を寝かせて表面を薄く擦る打法、摩擦力 FF 依存型の場合は、これはボールを押し込む力、垂直抗力が小さいため、回転生成のほぼすべてを表面の同摩擦力 FF イコール μFN に依存する。だから、格子と高で同摩擦係数 μ が0に近くなると、摩擦力 FF も0になり、絶対にスリップして落ちる。しかし、ラケット面を比較的立てて、ボールを正面から捉える食い込ませる打法への復元弾性力 FE 依存型の場合はどうでしょう。これこそが救世主だ。
ボールをラバーとスポンジの深部まで物理的にググッと押し込むことで垂直抗力 FM が最大化される。すると表面のゴム分子やスポンジの気泡構造が水平垂直方向に大きく引き伸ばされ先端変形。ボールとの実質接触面積が強制的に拡大するんだ。水分によって表面の摩擦係数 μ が極限まで低下していても、この大きく変形したゴムが元の形状にパチンと戻る時の引き連れ効果、復元弾性力 FE がボールを強力にグリップして弾き出すため、滑ることなく安定した回転と軌道を生み出すことができるのです。そしてこの食い込ませる打法を自動的に容易に引き出してくれるのがテンションラバーなんだ。テンションラバーはあらかじめゴムに強い張力が内蔵されていて、スポンジが柔らかいため、弱いインパクトでも簡単に食い込みが発生し、引き連れ復元力を安定して発現させることができる。さらに表面が疎水性だから水膜も作りにくいんだよ。また、完全に粘着を諦めたくない選手には、バタフライのディグニクス 09C に代表される微粘着シートと高性能テンションスポンジを組み合わせた粘着テンションラバーへの移行が、極めて高い湿気ロバスト性を担保する第3の最適解としてレポートでも強力に推奨されていますね。ついにここまで来ましたね。非常に論理的で、かつ実践的な科学的データが出揃いました。第19パートでは、視聴者様が明日からの練習や試合で即実践できるように、これらの対策を統合的ソリューションとしてきれいにまとめましょう。よし、今日からできる湿気、スリップ完全克服システムの4大ロードマップを発表するぞ。まず第1ステップは、事前準備、ラバーウォーマーによる熱的遮断。ドニクの動作温度45プラスマイナス5度の専用ラバーウォーマーを導入し、ラバー表面温度を空気の露天温度以上に能動的にキープする。TR が TD より大きい。これにより、直接結露による水膜形成を 100% 元から断ち切ります。第2ステップは、日頃のケア、アルコールの絶対禁止と適正清掃。無水エタノールなどの高純度アルコールを塗布する行為は、ゴムの 15% から 30% の防潤、40% から 60% の強度低下、湿化現象を引き起こすラバーの破壊行為なので絶対にやめること。清掃には純水、またはアルコールフリーのノンオシリ拭きを使用し、クリーニング後は10分から15分自然乾燥させてから保護シートを貼る。第3ステップは、試合中のアクション、マルチパス水分の物理的排除。卓球台の天板の結露、ボールに付着した水分、そして自分自身の手汗を乾いたクリーンなタオルで叩くように、すすらずにこまめに排除すること。ボールを湿ったポケットに保管しないことも鉄則です。そして最後、第4ステップは、技術と用具の転換。するから食い込ませるへ、湿気のひどい日は薄くするループドライブを過信せず、ラケット面を適度に立てて垂直抗力を高め、ゴムを引き連れさせる食い込ませる打法、復元弾性力 FE 依存型へアジャストする。さらに湿気に対する高いロバスト性を確保するために、硬質粘着からテンションラバー、あるいは粘着テンションラバーへ用具を戦略的に変更する。素晴らしい。この4つのステップをシステムとして統合的に実践すれば、たとえ湿度 100% のサウナのような体育館であっても、周りの選手がスリップで自滅していく中、自分だけは常に 100% に近い最高のパフォーマンスを発揮し続けることができるはずです。ついに最終パートとなりました。視聴者様、ここまで私たちの熱い卓球科学講義にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。いやー、みさきちゃん、今回は本当に今までの動画の中でも群を抜いてディープでかつ科学的な内容だったね。でもね、これこそが多くのメーカーやベテランプレイヤーが感覚論や精神論でしか教えてくれなかった卓球の真実なんだよ。本当にそうですね。卓球はわずか数ミリ、数ミクロンという極小のラバー表面と頭皮の接触状態、摩擦状態によって一点の重みが、そして勝敗が劇的に左右される非常にデリケートで極めて知的な物理スポーツです。だからこそ湿気があるから今日はダメだとイライラして諦めるのではなく、なぜ滑るのかという熱理学的分子レベルのメカニズムを正しく理解して科学的にアプローチすることが大切なんだ。用具を正しく愛し、物理の法則を理解して味方につけたものこそが、過酷な環境を制し、最終的な勝利をつかみ取ることができるんだよ。この包括的検証が視聴者様の雨の日のプレーのイライラを解消し、大切な試合でのパフォーマンスアップ、そして用具の寿命を伸ばすための正しいケアに少しでもお役に立てれば、これほど嬉しいことはありません。もし、今回の動画めちゃくちゃ目から鱗だったぞ。アルコールで拭くの今すぐやめてラバーウォーマー買いますと思ってくださった視聴者様は、ぜひその熱い思いを高評価ボタン、そしてチャンネル登録という形で私たちに届けてください。コメント欄での感想もお待ちしております。それではまた次回の科学的で熱い卓球動画でお会いしましょう。バイバイ。本当にありがとうございました。